はい、おうちパン考案者の吉永舞子です。10年ほどかけてこれまで、いろんな、パンのレシピを考えてきました。こんな感じでね、本にもしていただいて、本当にありがたいなと思ってるんですが、今回はたくさんあるレシピの中で、じゃーん。こちら、ドデカパンのレシピをご紹介しようと思っています。このね、本見てもらうと、何種類だろう ?50 近いレシピが載ってるんですが、もうこのレシピは絶対に皆さんに伝えたいなと思っている、簡単なレシピなので、今日特別にご紹介していこうかなと思っております。このパンの特徴は、保存容器一つの中で生地が、できてしまうということです。あとは、洗い物がですね、少なくて、スプーン1本で作ることができて、手をね、汚さずに作れるので、どなたでも、狭いね、場所でも作っていただけるので、チャレンジしやすいパンかなと思っております。焼きたてのパンで本当に幸せな香りで、ふわふわで美味しいので、みんなで作っていきましょう。では、作っていきます。えいおー。それでは早速作っていきたいと思います。まず材料を計量していきます。材料を計量するときに使う道具、これデジタルスケールと言います。日本だとね1000円未満で最近売ってたりするので、これは一つパン作りされる方はあると便利です。ここにどんどん計量していきます。使い方はピッとボタンを押してもらって、0に合わせて保存容器を乗せて、でもう一回ピッと同じボタンを押すと0になるので、この上に計量していきます。今日使う保存容器は、こねることを考えると丸がやりやすいんですけども、成形の時に便利なので直方体にしてください。 800ml 入る保存容器を使っています。成形する時に、その秘密が分かりますよ。ではここに計量していっちゃいます。 180g と小麦粉、強力粉ですね 180g とお塩計量していきます。お塩は何でも大丈夫です。ただね、美味しいお塩を使ってあげると当たり前ですけどね、美味しくなるので、いいお塩があればぜひそれを使ってみてください。でインスタントドライイースト、赤サフのものを使っています。上からどんどん計量していきました。でこれをぐるぐる混ぜていきます。お水計量しますね。お水先に計量しましょう。お水は水道水使ってください。温める必要ないです。冷蔵庫に冷やす必要もないです。冷蔵庫冷えすぎちゃうので、水道水から出したすぐの温度のお水使ってください。はい。で、保存容器の中ぐるぐる混ぜていきます。まず強力粉とお塩とインスタントドライイースト、これをぐるぐる混ぜます。で何がどこにあるかわからなくなったら、ここにお水を、先ほど計量したお水の9割入れてください。で混ぜていきます。ぐるぐる混ぜて、で残り入れていきますね。ある程度混ざってくると重たくなってきます。でこの重たくなってきた中、なるべく均一に混ぜたいんですが、なかなか均一に混ざってこなくなります。こうね、水っぽいところと粉っぽいところがどうしても残ってくるので、この粉っぽいところにめがけて残りのお水を入れて、で均一になるまで混ぜれば完成です。スプーンでぐるぐる混ぜるだけなので、寝る前に、混ぜてもらったりとかね、ネイルしてる方もねできますし、慣れてきたらね、小さなお子様でもできますよね。あと場所も取らないので、一人暮らしの OL さんとかいいかもしれない。でぐるぐる混ぜ
でこう裏から見た時に粉っぽいところがないかなっていうのをちょっとチェックしてもらって、よいしょ。で平らにして終わりです。なんとなく平らにしてもらって、はい、こんな感じで蓋をして冷蔵庫に一晩休ませます。こちらが今こね上がった生地です。冷蔵庫の中で休ませておいた生地があるので、少し比較をしてみてもらえたらと思います。こんな感じ、わかりますか？横から見ると分かりやすいかな。縦にぐーんと膨らんだこんな感じに、一晩置いておくと膨らんできます。こうなればもうあと焼くだけです。蓋を閉めて、こね上がってすぐの生地は冷蔵庫に入れてきます。はい、今回は、基本のドデカパンの生地作りをご紹介しました。この次、この生地を使っていろんなパンを作っていきたいと思いますので、そちらの動画もお楽しみに。バイバイ。